今回の北海道ツーリングについてかかった費用や服装、持ち物などについてまとめました。あくまでも私の場合の一例に過ぎませんが、これから北海道ツーリングを計画されている方の参考になれば幸いです。まずは持ち物から見ていきます。前提としては、宿に宿泊しキャンプ泊はしないケースとなります。基本的には SSTR の時と同じで、バッグは大きく分けて3つ、トップケース、バックパック、ヒップバッグの3つを持っていきました。プラスアメニティ関連を入れていたピンクのケースがあったのですが、これをバックパックに一緒に収めて荷物を1つ減らすべく、ダイソーで買った薄型の透明ケースと入れ替えました。肝となるのがこのバックパックです。この中にはまず衣類7日分を入れました。その上にガジェットケース2つとアメニティケースを重ねます。するとこんな感じでぴったり収めることができました。バックパックはこのままトップケースにしまい、必要な時だけフェリーや宿の部屋に持っていきます。ちなみにメットインスペースはヘルメットとグローブ専用とし、他の荷物は入れないようにすることで、バイクから離れる際の手荷物を極力減らすようにしていました。ちなみに持ってゆく衣類のセット数ですが、宿の洗濯コーナーを利用したりする場合はセット数を減らせますが、私の場合は使い古しの服や下着を毎日捨てていく方式にしました。最初はパンパンですが、最終日には丸々スペースが空くので、そこに購入したお土産などを入れていました。次に服装です。前提としては6月下旬で降雨が少ないケースとなります。今回はご覧のセットを着ていきました。上着は串谷のアメニタジャケット、その下には半袖の T シャツ1枚、パンツは串谷のエクスパンドコーデュラデニム、靴下はツーリング専用のものは厚さがありかさばるので普通のソックス、シューズは串谷のモカシンブーツ、グローブは角屋の GPS グローブ系。今回の日程での最低気温は小樽でフェリーを降りる時の15度、そして最高気温は旭川近辺走行時の32度でした。アメニタジャケットの適用温度幅が思いのほか広く、今回はユニクロのライトダウンは必要ありませんでした。さすがに30度を超えた日はベンチレーションを開けても暑かったですが、多少の雨でも大丈夫なこのジャケット1枚で事足りる感じでした。雨対策としてはレインウェア上下と簡易的な雨用グローブを用意。自宅から新潟への行き帰りにそれぞれ2時間程度雨に降られましたが、無対策の下半身のジーンズを除き、その程度であれば雨の浸水は全くありませんでした。ただ天気に合わせてカッパを着たり脱いだりが非常に面倒なので、荷物を少しでも減らす意味も含めて防水機能付きのウェア一式を揃えて着ていくのがベストだと思いました。次は費用です。前提としては予算制限はせず必要なだけ使うケースとなります。まずはかかった費用の総額ですが18万6126円でした。内訳はこんな感じでした。宿泊費について一部の宿が季節料金で高額だったために結構かかりましたが、もしその宿が通常料金だったら4万円以内に収まったと思います。飲食費はなんといってもウニ丼 ×2 で1万円超なのでそういうことです。高速代は主に自宅から新潟間の料金ですが、割引が効く日程をうまく組めば減らせると思います。フェリー代は新日本海フェリーとハートランドフェリーの合算です。どちらも時期や部屋のプランによって大きく料金が変わります。最後に走行距離や燃費など。まずは全日程通しでのデータです。総走行距離は 2035.0km、 総給油量は 63.72 リットル、平均燃費はリッター 31.94km でした。ちなみに給油地点はご覧の通りです。1日の平均走行距離は約 340km、 長くて約 400km でしたので、中間地点で1回、到着地点付近で1回の計2回ペースで余裕を持って給油をしていました。ツーリングスタイルによって様々なパターンがあるかとは思います。今回はその中の一例としてご紹介させていただきました。ご参考になれば幸いです。